こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は最近ハマっている本やそれに関連した購入本を紹介していきます。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか？私は前回投稿した動画の録音に苦戦していまして、最後の2日ほどは読書を満喫しました。本を読めない時間が少し長く続いていて、どうしても読みたくなってきて、ちょっとだけと思って読み始めると、もうなかなかやめられないですね。少しずつ読み進めていたザ・ゾンビーズシリーズも友が消えたまで全巻読み終えてしまいました。いやー、面白かったです。まだまだ金城さんの作品も読んでいきたいです。そして前回紹介した赤毛のアン、若草物語も読了しました。今少女小説と言われるジャンルに絶賛ハマり中でして、ゴールデンウィーク中にまた新たに買い足して、ここ最近で全部で6冊読みました。少女小説というとちょっと手に取りがたい雰囲気もあるかもしれないんですが、原著は児童文学というくくりで書かれたわけではないんですね。海外では家族、日常のドラマを描いた家庭小説や少年少女の成長を描いた成長小説と言われているようです。むしろ大人の気づきの方が多いと思うので、大人の文学としてぜひまだ読んでいない方にもおすすめしたいです。ということで、ここからは今ハマっている家庭小説を最近購入した素敵な本と合わせて紹介させてください。名作揃いなので今更と思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、今その魅力に気づきましたので、同じように未読という方にもぜひ読んでみてと伝えたいと思います。そして既読の方にも再読のきっかけになったり、他の本も読んでみようかなと思っていただけたらと思います。また古本を購入したので、本のお手入れについても動画内で実践しています。参考になれたら嬉しいです。概要欄のタイムラインに記載していますので、興味がある方はジャンプしてみてください。それでは本を紹介していきます。まず1冊目は氷室冴子さんのマイディア親愛なる物語。はい、これも可愛いですね。このカバーのイラストは佐藤さんという方が描かれているんです。女の子や食べ物のイラストを描かれていて、個展もされているそうなんですね。私はもう行きたくて飾りたくて、毎日 SNS を見に行っています。この本は川出文庫から出版された少女小説を愛する氷室さんの思いが詰まったエッセイの復刻版です。氷室冴子さんはさよならアルルカンやクララ白書など、ご自身も少女小説を数々手掛けられていて、日本の少女小説ブームの立役者とも言われる存在なんですね。そんな氷室さん自身が出版社に企画を持ち込んで実現した角川文庫マイディアストーリーというレーベルのために書かれたエッセイで、元は1990年に角川文庫から発刊されています。この角川文庫マイディアストーリーで出されている本が赤と白のギンガムチェックで、今回の復刻版の帯はこれに合わせてあるんですね。素敵です。このジャンルの本を読んでいると、ギンガムチェックって本当によく出てくるんですよね。私はちょうど赤毛のアンを読み終わった後に、この本の第一章が愛しの魔囚という赤毛のアンについての章だと知って、すぐに書店に行って意気揚々と買ってきました。そして肝心の内容なんですが、
まあ楽しかったです。ちょっとこのジャンルのことを知れるかなと思って軽く一歩を踏み出したら底なし沼だったみたいな感覚です。あるあるやそうそうという共感からもっと知ったら面白そうとかあれもこれも読みたいとなって本書に登場している本を買って読んでまたこのエッセイに戻ってきてを繰り返して今は多分膝上くらいまでは沼に入っちゃってますね。作品への愛がもう詰まっていてここがいいんだというところからちょっとこれはどうだろうかというところも書かれていたり好きがゆえの本当の思いが綴られているんです。文章がとても軽やかで面白みがあってテンポもいいのでどんどん引き込まれていきます。氷室さんの熱量と相まって紹介というよりもこの本について話したいという思いにあふれていて独演会で聞いているような感覚でした。作中で氷室さんはストーリーをほとんど知らない人に知っているストーリーを喋り倒すぐらい楽しいことはないからついつい筆の走るままに書いてしまったと言われているんです。本当にすごい勢いでその作品の情報が入ってきます。小説読み始めちゃったかなと勘違いしそうになるほどですね。間に氷室さんのツッコミというか合いの手のように言葉が入っていたりするんですが勢いに圧倒されて気づいたらもう読みたいと前のめりでページをめくっていました。作中では本の見どころだけではなくて氷室さんの少女時代の本との思い出やお姉さんやご家族とのやりとりも書いてあって氷室さんを知るエッセイとしての面白さもあります。お小遣いを貯めて真剣に一冊を選ぶ姿とか皆さんもありましたよね。そうやって買った本って本当に大切だったなぁとしみじみ思い出します。また本書にはオルコットさんやモンゴメリさんなど作家さんの背景や作風の比較も書かれていたりだからこういう描写なんだと気づかされてより深みにはまっていけます。また少女小説で欠かせないのがドレスですよね。白いモスリン、ビロードのリボン、レースのフリルこういうドレスとか持ち物の描写にまた想像が膨らむんですよね。物語のストーリーはもちろんのこと作中に登場しているお菓子やお料理、ドレスなど楽しむところがたくさんあるんだというのも再認識させてくれます。作中に登場する本を読んだことがある人は共感の嵐で読んでいない人は今すぐにでも読みたくなるそんな氷室さんの愛がたっぷり詰まった素敵なエッセイでした。そしてここからもまだ本を紹介していくんですが紹介する本のほとんどはこのマイディアに登場していて氷室さんが丁寧にガイドされていますのでそれぞれの作品に興味があるなと思った方はぜひその作品を読んだ後またこのエッセイに戻ってきてみてください。続いてはルーシー・モード・モンゴメリの赤毛のアンまだ前回読めていないのでここでの感想は第1部になります。家庭小説というジャンルで一番最初に読んでまたハマりました。可愛らしくて言動が突拍子もなかったり空想好きでおしゃべりで目まぐるしく動く表情や感情が読んでいてとても楽しいです。読み始めた時はとにかくよく話す子で感情の振り幅が大きくてちょっと苦手な女の子だなと思ってしまいました。だけど読み進めるごとにその想像力や失敗しながらもその過程で学んでいく姿努力を惜しまないいろんな出来事に一喜一憂する姿が微笑ましくなってきて
自分に素直で正直で、家族や親友との一日一日、見るもの聞くものすべてがこんなに魅力にあふれているんだなぁと思わせてくれます。最初は案を変わった子として遠巻きに見ていた周りの大人たちも、実は不器用がゆえに喋りまくるまっすぐな案にだんだんと惹かれていくんです。そんな案が私はもう眩しくてとても素敵に映りました。今は案が大好きです。お詫びに行ったのに言葉の端々におっとっとって思うような言葉が入り込んでいたり、思わず頬が緩んでしまいましたね。赤毛のアンの第1部を読み終わってから現代の小説もちょっと読んでたんですが、その本もすごく面白かったんですけど、なんだかちょっと物足りなさを感じてしまっていて、自分でもねびっくりしました。アンの感情の豊かさと、次は何が起こるのかというワクワク感と、どう成長していくのかという楽しみが自分の中でも大きかったんです。どんな困難も乗り越えられそうで、自分のコンプレックスも悪くないかもと思わせてくれて、100年以上の時を超えてもなお心を引きつけてやまない作品なんだと改めて実感しました。今は新しいアニメも見ていて、本を読む前はただ可愛いなぁと思っていたんですけど、本を読んだ後で見てみると、ああ違うのにというところや、話し方とか表情とか少し違和感のあるところはありましたね。私はまだにわかファンですが、私ですらそうなので、何度も読み返されたアンの腹心の友の方々はもっとそうなのかもしれないです。でもアニメはアニメで楽しく見ています。原作を読んで自分が思い描いていた話し方や表情は大切にして、時代背景や生まれによる個性なども自分の中でちゃんと理解を持っていたいなと思っています。アニメといえば高畑勲監督の赤毛のアンが印象に強く残っている方も多いかと思います。この1979年に放送された高畑勲監督の赤毛のアンは全50話で書かれていたのに対して、今回のアニメは全部で24話なんですね。今のアニメの7話が高畑さんのアニメの33、34話に当たるので、だいぶまとめられているんですね。私は本も新装版など可愛らしくなっているとすぐ手に取ってしまうたちなんですが、この新しいアニメを見ていいなと思った方は、ぜひ原作も読んでみてほしいです。子供の頃に原作を読んでいるとまた違っていたんでしょうが、アンもそうだけどマリラやマシューの気持ちが見て取れて、そちらに感情移入しています。内気で多くを語らないけど、一緒に悲しんだり喜んだり、いつも信じてくれるマシューと、アンに対する愛おしさや、アンが来たことで毎日に彩りがあることの嬉しさを素直に出せないマリラが好きです。表現の違いはあっても、二人の愛情の深さをひしひしと感じます。マリラがアンと関わりながらはっと気づくことがあったり、こわばった表情や心がほどけていくのも感じるものがありました。私は今回村岡花子さん役を読みました。村岡さんのこの古風な言い回しや田舎を思わせるでも上品な言い回しが好きでした。なので続きも村岡さんの役で読んでいきたいと思って新潮社の文庫本を買いました。実は古本で購入したんです。村岡さん役の文庫本は今も書店に並んでいて、新訳も出ているんですが、風間寛さんという方が手掛けられたこ
この文庫本の草画がすごく好みでして、こちらが欲しかったんです。今回買った文庫本は赤の背表紙が平成2年、白の背表紙が昭和50年頃の本なんです。日焼けやページに経年劣化の変色はあるんですが、それ以外の傷みや破損などは全くなくて、とてもいい状態の本だったんです。この本を手にした時に、何十年もの間なんて大切にされてきたんだろうと感慨深い気持ちでした。少しだけお手入れはしましたが、経年劣化はその本と持ち主さんの時間が刻まれているものだと思って角に手を入れないようにしました。また本の上部の点と言われる部分だけがきれいに揃っていない点案カットという仕上げがなされていて、ザラッとした手触りが昔の洋書のような雰囲気で、これも味わいがあるんですね。なのでこれを揃えてしまわないように目の細かいヤスリで少しだけ削りました。大事にされてきた本を今度は私も大切にしていこうと思えて、なんだかバトンを渡してもらったような気持ちで嬉しくなりました。お手入れしている時間も楽しくて、また紙の本を手に取る良さを実感しています。そして村岡さんの役は実は前役ではなくて、当時の日本人に合うようにと訳されたものなんだそうです。それを前訳されたのが文春文庫から発刊されている松本育子さんの赤毛のアンなんですね。村岡さんの役の良さを残しながら書き加えられたものということで、こちらも読みたいです。もう本当にあれもこれも読みたいんですよ。先日文藝春秋の文藝春秋プラスという YouTube の公式チャンネルで松本育子さんご本人がお話しされている素敵な動画を拝見しまして、赤毛のアンと松本さんの魅力がたっぷり詰まった紹介動画でした。時代背景や翻訳のきっかけなども語られていますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。概要欄にリンクを貼っています。続いてはジーン・ポーターのリンバロストの乙女。これは先ほどのマイディアの中で特に氷室さんが好きで、これは埋もれているのがもったいない作品だとして他のどの作品よりも長いあらすじを持って紹介していらっしゃった本です。なんとあらすじだけでも7ページにわたって紹介されているんですね。そして翻訳を担当された村岡花子さんもアンシリーズと共に愛していた永遠の名著ということで、もうそんなの読みたいですよね。ちょっとあらすじを紹介しようかと思ったんですが、このマイディアに詳しく書いてあって、そちらを読む楽しみがなくなってしまうかもしれないので、ちょっとここでは割愛します。この作品はそばかすの少年という本の続編で、つながりがあるそうなんですね。迷った挙句、リンバロストの乙女から読み始めることにしました。多分そばかすの少年にもすぐに手が伸びると思います。まだ読み始めたばかりなんですが、この作品の大きな特徴は、著者のジーン・ポーターがその時代には珍しく自然写真家で博物学者であるというところですね。作中にもその豊富な知識と経験がふんだんに盛り込まれているということです。モンゴメリさんやオルコットさんが家庭婦人であったのに対して、外で仕事をしながら執筆も行っていたジーン・ポーターさんならではの視点や人との関わりが描かれていて、博物学的な要素と少女の成長物語とが美しく混ざり合ったより大人向けの成長小説となっています。
こちらの本は1990年に角川文庫、2014年に川出文庫から新装版が出ていて、なんですが現在は売られていないそうなんです。本屋さんに行ってお取り扱いがあるか、お取り寄せができるのか聞いてみたんですが、入手困難と言われまして、なかなか難しいようです。電子書籍はあります。でもどうしても私は紙の本で読みたくて、古本で購入しました。そして角川文庫マイディアストーリーのこのギンガムチェックで嬉しいです。紙の本で読みたいという方にはちょっと読んでみてとは言えないところなんですが、気になった方は氷室冴子さんのマイディアを一度読んでみてもらいたいです。ただ、もっと読みたくなっちゃうかもしれないです。でもやっぱりちょっと読んでみてください。続いてはジーン・ウェブスターさんの続足長おじさん。2017年に黒柳和代さん役で出ている新役です。旧役は松本恵子さんで、1954年に足長おじさん、1961年に続足長おじさんが発刊されています。足長おじさんの新訳は岩本正恵さんがされていまして、新訳はこの2冊で翻訳家さんが分かれているんですね。足長おじさんは読んだことがある方も多いかなと思います。こちらも名作ですね。孤児院育ちのジュディが月に一度お手紙を書くことを条件に、名乗らない謎の裕福な紳士から奨学金を受け大学に通うという物語でした。ユーモアあふれる手紙で構成されていて、その新しさとジュディの学業に励み自立しようとする姿が印象深いです。夢があって、いわゆる現代でいうシンデレラストーリーの要素も人気となった一つの要因かなと思います。そして続編となるのがこちらの作品ですね。ただし今回はジュディ視点ではなくて、大学時代をジュディと共に過ごした旧友サリー・マクブライド視点なんです。構成は前作に引き続きお手紙形式となっています。ジュディ視点のお手紙はないんですが、サリーのお手紙から足長おじさんのその後のジュディの様子もちらっと垣間見えます。今回2冊続けて読みまして、どちらかというと私は続編の方が好きでした。ジュディが育った孤児院の運営を任されることになったサリーが、ジュディや恋人の政治家、食卓医宛てに手紙を書いていて、ユーモアと毒舌気味な愚痴と茶目っ気のある文章が面白いです。裕福な家庭で育って、家族にも家庭環境にも恵まれた社交の場が似合うサリーが、メイドさん一人と愛犬一匹を連れて孤児院改革に巻き込まれていくんです。最初は院長という仕事に乗り気ではなくて、孤児院の環境のあまりのひどさに打ちのめされていたり、先生方とバチバチしていたり、子供たちへの教育の考え方の違いなど、今すぐ辞めたい、早く代わりの院長を探してくれとたびたび言っているんです。そんな辞めたがっていたサリーなんですが、持ち前の社交性で、たまたま再会した大学時代の知り合いや、なんとなく雑談したおばさま、偶然通りかかった車のタイヤがパンクした男性など、緩やかなつながりを通してどんどんと人を引き込んでいくんです。徐々に孤児院への協力をしてくれる人も増え、子供たちの個性と向き合いながら、ただもらわれていくのを待つだけではなく、自分たちで農作物を育てたり、お金を貯めてそのお金でお買い物をしたり、楽しみを教えたり、
社会や家族に馴染んでしっかりと生きていけるようにと、様々な教育改革も実行していきます。仕事に追われながらも精力的に日々を過ごしていくうちに、やりがいや愛情も強くなって、孤児院や子供たちがサリーの中で帰る場所になってきていることに温かい気持ちになりました。また仕事や人との関わりを通して、自分が本当に大切にしたいものは何かに気づいていく姿は、時代が経っても気づきをもたらしてくれます。作中ではその時代の考え方というのも結構色濃く出ていまして、孤児院の子供たちの中には、知的障害や精神障害と思われる子供もいて、お医者さんはそれは遺伝だと言って、サリーにもその考え方を教え込むんですね。今だと時代錯誤とも思える考え方が多々出てくるので、違和感や不快と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ただどうしたらのびのびと穏やかに過ごせるのかというのも考えながら接している姿も描かれています。時代の違いを感じることはありますが、それは著者もその時代を生きていたということでもありますよね。その時代も受け止めながら、だけど幸せの価値観や必要とされる喜びなどの感情は変わらず、結婚観も現代的なので、人の心の根幹は変わらないんだなぁと、今読んでも静かに響いて考えさせられる作品でした。気になった方はぜひ手に取ってみてください。続いてはジーン・ウェブスターのお茶目なパティ。足長おじさんを読んで面白かったので、ジーン・ウェブスターさんの他の作品を探していたら、お茶目なパティが目に留まって、前から想定が気になっていたので、これかと早速買いました。この草画は倉橋玲さんが担当されていて、これまた可愛いんですよね。そして内容も楽しくてお気に入りの作品になりました。パティの言葉を借りて言うと、やばいくらい楽しかったです。これは2024年に新潮文庫から出ている新訳版です。今新潮文庫は近年発行した新訳をスタークラシックスと名付けていて、装い新たな作品をたくさん出しているんですね。お茶目なパティも三角和代さんによる新訳で、すごく読みやすくて、100年以上も前に書かれたとは思えない愉快さと入り込みやすさで、現代と何ら変わらない悩みを抱えた学生たちの姿は色褪せない魅力がありました。解説を梨木かほさんが書かれていて、こちらも読み応えがあります。この本の前作には、お茶目なパティ大学へ行くという作品があるんですね。お茶目なパティより前に出ている作品なんですが、ストーリーとしては続編という形です。ぜひこれもスタークラシックスで出してほしいです。倉橋玲さんの草画でお願いします。この作品は聖アーシュラ学園に通う学業が優秀で好奇心旺盛、いたずらや面白いことが大好きな主人公パティと、彼女を取り巻く個性豊かな旧友たちや先生たちが織りなす学校生活を描いた物語です。足長おじさんや赤毛のアンなど他の作品とちょっと違うのは、この作品の主人公たちが裕福な家庭のお嬢さんたちというところですかね。それゆえにちょっと苦労して努力して道を切り開いていくという感じではあまりないです。レディー教育を主観とした寄宿学校生活の中で、婦人参政権問題を扱っていたり、政治的な会話もできるようにと、上流婦人育成の学校生活であったので、
発刊された当時の日本ではちょっと共感は少なくて、足長おじさんほどは広まらなかったのかもしれないなと思っています。ですが、厳しい規則に多すぎる宿題、ときめきのない日常の中でも楽しみを見つけようとするパティたちが生き生きと、そしてコミカルに描かれていて、くすっと楽しくなります。全部で12章あって、それぞれで何かが起こっているんですね。短編集のような感覚で読めて、どれも好きなんですが、私が好きな章は、ラテン語ストライキ、玉ねぎとランの花、レモンパイとモンキーレンチ、あと、バーバとチージのハネムーンもいいですね。よかった。パティはお茶目というよりは、もうちょっと行き過ぎているんですが、起点が効いて発想が豊かで行動力があって強い芯もあるんですね。誰かのためにこれがいいと思えば自分の危険も犠牲も顧みない。間違っていると思えばならばどうしたらいいのかと考えて率先して行動に移す。そんな一面も見えるので憎めないんですね。世間的な正しさや形だけの善意ではなくて、自分の正義に従うその気の強さと行動力は今の時代に読んでも心に響きます。最後の言葉もね、また良くて、男社会だったこの時代にも女性としてだけではなくて一人の人として自分の人生を自分で選んで掴み取ろうとするその意志が見えて輝いて見えました。楽しい少女時代と大人になることへの不安や別れの切なさもあり、だけど未来への明るい期待も混じり合って素敵な余韻が残りました。ぜひこれも気になった方は手に取ってみてほしい作品です。最後はルイーザ・メイ・オルコットの若草物語。これはもう家庭小説と言ったら外せないですね。少し道徳的な面が強いかと思うんですが、家族の絆や親切心、望むもののためには努力をすることなど、時代が経っても変わらない、むしろ現代こそ忘れがちな大切なことを思い出させてくれて、新鮮さも感じた作品でした。全部で4部ありまして、私が持っている講談社の単行本では第2部まで収録されていました。あとの2部はこれもマイディアストーリーのレーベルで欲しくて古本で購入しました。もう早く続きが読みたくてしょうがないです。舞台は南北戦争時代のアメリカ・マサチューセッツ。牧師の父親が従軍している間、毎日を大切につつましく助け合いながら成長していく4人の姉妹たちの家族のぬくもりや時にはぶつかり合いながらも互いを思いやる気持ちが温かく、そして楽しく描かれています。物語を彩るのは何と言ってもマーチ家の4姉妹。長女のメグはしっかり者で家族への責任感も強くて、結婚や素敵なものに囲まれてメイドさんがいるような優雅な暮らし、いい母親、いい女性への憧れを抱いています。次女のジョーは活発でちょっと不器用で男勝りな性格。本が大好きで将来は作家になる夢を持っています。三女はベス。内気でとにかく優しくて家族を何よりも大切にしているピアノが大好きな女の子。四女のエイミーはおしゃれな大人の女性に憧れているちょっとおませな女の子。だけど美術の才能もあり、世渡りもうまく、野心家で社会的地位への願望も持っています。それぞれに全く違った個性や
夢を持つ4人の姉妹は、読者が誰に焦点を当てるかによって、その物語の見え方も違ってくるかなと思います。家族全体で見れば、家族と愛情の温かさやありがたみが見えて、長女に焦点を当てると、理想とされる女性像や母親像の間で揺れ動く心情、次女のジョーに焦点を当てると、女性の社会的独立というのが見えてきます。また4姉妹の母のマーチ夫人は、娘たちを厳しく縛ることもなく、のびのびと育てながらも、折に触れて思いやりや誠実さの大切さを教えてくれます。でもその教えは決して押し付けるのではなくて、姉妹たちが自分で経験して、つまずいたり悩んだりした先に自然と心に染み込んでいくんですね。自分の力で考えて少しずつ成長していく。マーチ夫人のそんな考え方には、今読んでも共感できることがたくさんあって、こういう教育って素敵だなと感じました。この作品は1869年に発刊された作品なんですね。ちょっとここで今回紹介している作品や、マイディアに登場している作品の年表を作ってみました。19世紀後半から20世紀半ばにかけて、成長小説、家庭小説と呼ばれるこのジャンルの本は、未だに読み継がれている作品が多数あって、黄金期とも言えるような時代ですね。特に女性らしさや女性の理想像の中にも自立や独立を描いた若草物語は、後に出される作品にも大きな影響を与えているのではないかと思います。今回読んでみて、モンゴメリさんの赤毛のアンや、ジン・ウェブスターさんの足長おじさん、お茶目なパティは、この若草物語の次女のジョーをとても感じられます。私も若草物語の中では、このジョーに一番惹かれました。やんちゃではあるんですが、自分の望みや大切なものを差し置いてでも、誰よりも家族の幸せを願う少女です。そしてそれでも自分の夢も追い続ける姿がかっこよくて好きです。そして4姉妹とお隣さんで友達のローリーが自分の夢のお城としてそれぞれに将来の夢を語り合う場面があるんですね。そこでジョーは死んだ後も残るようなすごい小説を書く人になってお金持ちになりたいと言うんです。そして私は夢のお城へ入る鍵を持っていると思うの。それはペンとインクと言うんです。私はこの言葉がいいなと思って好きでしたね。何かを望むとき、きっと私もすでに鍵は持っていて、それで扉を開けられるかどうかは、自分がそれをどう使うか、生かすために何ができるか考えることなんだなと感じました。このジョーは実際に4姉妹の次女だったという著者のオルコットさん自身を描いた人物なんだそうです。オルコットさんの父親は教育者で、姉妹をそれぞれに尊重して個性を大切にされていたそうなんですが、一方で家族を養うことに関しては向いていなかったそうで、オルコットさんが執筆活動で家計を支えていたそうなんです。この作品はそんな自身の姿がたくさん投影された作品なんですね。こうした著者の生い立ちや活動されていたことなども知ると、またその作品の理解も深まるような気がします。こちらの作品もまだ読んでいないという方はぜひおすすめしたいです。今回は少女小説または家庭小説、成長小説と呼ばれるジャンルの本を6冊紹介してきました。
私はこれまで読んできていなかったんですが、改めて大人だからこそ感じる側面が多いなぁと感じて読んでよかったです。その時代の生き方や考え方も知れるので、まだまだいろいろ読んでみて理解を深めたいなと思います。まだ足を踏み入れたばかりという感じなんですが、ここ2週間ほどはこのジャンルにはまりっぱなしなので、これからもっと深みにはまっていくんだろうと思うと、他の本をいつ読もうかなと悩み中です。ぜひ皆さんも気になった本を手に取ってみてください。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。今週も素敵な読書時間をお過ごしください。